ドクター、今日はどういうスタイルにしたいか決めた？え？私を呼んだのってそういう用事じゃない？いやいや、そこはもうちょっと考えて。ねえ。気をつけて。私のポッケには物がたくさん入ってるんだよ。このマイナスイオンヘアソフトナーがあの角成長促進剤にぶつかって溢れたら、甲板に吊るされるのは本当に勘弁だよ。解剖学に詳しい殺し屋の方が無駄のない動きをするって聞いたことあるでしょ？もちろん、私の目的は相手の生きる希望を絶つことじゃなくて、むしろその希望をもっと鮮やかにすることだけどね。スタイリングは芸術であり、科学でもあるんだよ。この顔は、カンフー映画にいっぱい出てるあの人？うわぁ、私がここにいるって絶対言わないで。いや、彼女が怖いんじゃなくて、そのスタイリングをしてるあのローダーってやつに会いたくないの。この船でも誰かにバービーって呼ばれるのは嫌だよ。私は研究員だよ。モデラーじゃないし、一日中フラッシュライトに照らされる人工マスクのネジをひねってるなんてもっとごめん。この船に避難してきたんだから、今はバカンスみたいなものだね。毎日あのピクリともしない顔と向かい合ってたら、そのうち頭が空っぽになっちゃうよ。どんなにお金を積まれたって、やらないもんね。お金がないと新しい道具の材料すら買えない。だから、たまには仕事しないとね。この間依頼しに来たあの子、学院賞を取ったんだっけ？報酬を多めにもらっても、大丈夫だよね。ドクター、ワルファリン先生から君の体のデータを少しもらってきて、それでブラシの素材を調整したから、今回は絶対にアレルギー反応は出ないって約束する。私の髪の毛は好きに触ってていいよ。どうせもうぐちゃぐちゃなんだから。おかしい？仕事で人のスタイリングばっかりやってるとね、時間ができても自分のもやろうって気にならないんだよ。興味深い顔っていうのは、つまり一つの物語なんだ。ドクター、君は、積もった埃を誰かがきれいにしてくれるのを待ってるような、賭けのある録画テープみたい。もし治ったら、その時は、どんな物語を聞かせてくれるんだろうね。本当に寝ちゃってるの？だったら、今、顔をいじっても、誰も怒らないよね。この骨のライン、肌の食感。うわぁ、思ってたより、ずっと素晴らしい。ハロー、私はロベルタ。また会えたね。ここにサインしたら、君専属のスタイリストになれるってことかな？オペレーターになる？どっちでもいいよ。ここにいられるなら問題なし。こうやってうざいやつを全員ぶっ倒せばいいんだね。コーヒーを飲みながらブラシを10本振り回すのと同じくらい楽勝。こう見えて、私はシラクーザ人だよ。ランクウッドのスタジオに丸ごと一部屋、こういう勲章を入れてる場所があるんだ。ねえドクター、ご褒美って、なんかもっと面白いものはないの？また昇進って言うなら、もっと大きいスタジオが欲しいんだけど、いいよね？アイシャドウパレットは3001番がいいかな？それとも3002番？全員に合う色味のベースはなさそうだね。みんな行け！メイクの直しは任せて！顔のどの部分が一番脆いか、私が一番よく知ってるからね。前線で作戦を指揮するのにも、最適のスタイルってのがあるんだよ。本物の戦場では、どんな撮影現場よりもインスピレーションが湧くな。顔をもうちょっとこっちに持ってきて。ありがとう。力加減には気をつけるよ。
大スターだって予約を取るんだよ。君たち、運が良かったね。表面筋電位追跡オートフィリングコンシーラー、爆弾無視抽出液スタイリングスプレー、フェイシャルボーンフルストラクチャードセルフイメージシェーディングハイライター、ウェットドライ療養アンビエントカラーアダプトグロスチーク。うわぁ、この私でも今の君の顔つきを別の顔で再現できないよ。パーフェクトな作戦だったね。君の顔にもっと喜びを足したいくらいだよ。腰抜けの姿ほどつまらないものはないよ。防腐剤に浸しすぎた岩雲みたいに固まった顔をしてるんだ。ドクター、顔色補正をしてあげようか？このまま帰ると心配されるよ。ここで実験をしてもいい？安心して、壁を壊したりしないから。ひどくても、ドアとか窓をちょっぴり変形させるくらい？誰にも会わないって言ったでしょ？あれ？君だったんだ。ドクター、夕方部屋に行ってもいい？君の顔、とってもマッサージを必要としてるよ。アークナイツ！はい、ドクター。君のために考えた新しいスタイル、試してみる？